年々多くの人が静かにインターネットでこう検索しています。なぜ私はこんなに疲れているんだろう。私たちはみんな疲れていると感じています。でもその理由を本当の意味で理解している人はほとんどいません。朝起きると昨日の疲れが取れてない。午後になるとさらにエネルギーが落ちていく。そして企業はそれを解決すると言ってコーヒーやエナジードリンクを売る。疲れていると言い訳しながら甘いものをコンビニで買ってしまう。実は今この瞬間にもあなたの脳の中では疲れを感じる原因になることが起きています。しかし今日は悲観的な話で終わらせずに現代人が疲れる構造を理解した上で疲れやすいあなたが体力お化けになれるお話をします。どうも旅する起業家ルキです。今回は海外で500万回再生されているジョニー・ハリスのなぜそんなに疲れているのかを参考に現代人の疲れの原因を紐解き、そして改善できる神習慣7選をご紹介します。この動画を見終わった頃にあなたは疲れやすい人から活発に動ける人に意識が変わっているかもしれません。ぜひ最後までご覧ください。第1章、なぜ現代人は疲れているのか。洞窟人の脳、これを理解するために30万年前に戻ってみましょう。そこにホモサピエンスのジョニーがいます。彼の体は私たちとほとんど変わりません。そして脳も基本的な構造はほぼ同じ。しかし彼が生きている世界は今とは全く違いました。朝、ジョニーが起きるといくつかの決断をします。今日はどこで水を取るか、狩りに出かけようか、木の実を取るか。彼は多くの時間を仲間と座って過ごし、食べたりコミュニケーションを取ります。時々薪を集めたりもします。脳の前頭前野という意思決定をする部分は動いていますが、そこまで忙しくはありません。彼の生活はシンプルで、決断の数も多くないんです。20世紀の人間。では2000年に移動してみましょう。会社員のマックスは朝起きて仕事の準備をします。朝食を食べて工場へ行き、同じ作業を繰り返します。洞窟時代よりは決断が増えました。しかしそれでも脳の負荷はそこまで大きくはありません。2026年の人間。では現代はどうでしょうか。朝起きてすぐスマホを探します。溜まっている LINE メッセージを開いて返信をする。とりあえず X やニュースサイトを開く。今日の予定の確認。子供の送迎は？朝食は何を食べる？電車の時刻は？仕事のタスクは？メールの返信は？ガソリンは？渋滞は？まだ起きたばかりなのにすでに大量の決断をしています。現代人は1日に約3万5000回の決断をしていると言われています。しかもその決断は複雑で抽象的で責任も大きい。その結果、前頭前野は常にフル稼働しています。なぜそれが疲れにつながるのか。脳が決断をするとき、神経同士の間で電気信号がやり取りされます。その通信に必要なのがグルタミン酸という物質です。決断をすると、このグルタミン酸が使われます。そして決断をすればするほどグルタミン酸は脳に溜まっていきます。研究ではこれが脳の処理を邪魔し、脳の疲労を引き起こす可能性があるとされています。つまり何も体を使っていなくても、毎日の膨大な決断だけで脳は疲れている。脳を都市に例えると、道路が神経回路で車が情報です。決断が増えると、車が増え、道路が渋滞していきます。すると脳の働きが鈍くなり、疲労を感じるんです。午後の眠気の正体。もう一つ重要な物質があります。それがアデノシンです。これは脳が活動するほど溜まっていき、そろそろ休めという信号を出します。しかし人間は、この信号を無視する方法を見つけました。それがカフェインです。カフェインはアデノシンの働きをブロックします。だからカフェインを飲んだ時に一時的に元気になったように感じます。しかしカフェインが切れると溜まっていたアデノシンが一気に働き、午後の強烈な眠気が起こります。昼寝文化。スペインやラテン諸国にはシエスタと呼ばれる昼寝文化があります。日中の暑さを避けて効率を上げるために生まれた文化で、近年は日本でも生産性の向上を目的に導入する企業が増えています。研究では昼寝をする人は脳機能が高く心臓病リスクも低いと言われています。しかし多くの社会では昼寝する暇もなく休むことが難しい。その結果脳の疲労が回復していかないんです。夜にも問題があります。人にはクロノタイプ、体内時計があります。朝型、夜型など生まれつき備わっているものです。しかし社会は全員が同じ時間で働くことを求めます。例えば生まれつき夜型の人でも朝9時から仕事をしなければならない。この体内時計とのズレも疲労の原因になります。睡眠の質。さらに問題は夜の行動です。カフェイン、スマホ、テレビやタブレットの光。これらは睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を邪魔します。結果として睡眠の質が落ち、
脳の老廃物が十分に処理されません。すると、ちゃんと寝たとしても、起きても疲れている状態で新しい一日が始まります。現代人が疲れやすい原因をまとめると、決断の多さ、情報過多、カフェイン頼り、睡眠の質、生活リズムのズレ。つまり私たちの脳は洞窟時代のままなのに、生活は文明の発達により現代社会になってしまっている。このミスマッチがあなたが疲れやすくなる根本の原因です。第2章では、そんな疲れやすい現代人がどうやって疲れにくい自分を作っていけるかの神習慣7選をご紹介します。第2章、体力お化けになれる疲れ知らずの神習慣7選。1、昼寝を取り入れる。NASA の研究では、パイロットに26分の昼寝を取らせたところ、作業能力が 34% 向上、注意力が 54% 向上したという結果が出ています。昼寝のタイミングは午後1時から3時の間で、15分から20分程度の短い昼寝がおすすめ。このパワーナップと呼ばれる短時間の仮眠は脳の疲労を回復し、集中力を劇的に向上させます。15時以降や30分以上の長すぎる昼寝は逆に起きた後にだるかったり、夜の睡眠を妨げるため避けるようにしましょう。実際に Google やナイキなど世界的企業でもオフィス内に昼寝スペースを設けるなど生産性向上のために昼寝を取り入れる企業が増えています。つまり昼寝は怠けではなく効率的な脳を回復させる科学的ないい習慣なんです。2、コーヒーを飲む時間を決める。飲む時間のおすすめは起きてから90分から2時間後。このタイミングでカフェインを取るとエネルギーを長く維持しやすくなります。そしてカフェインは体の中に意外と長く残ります。個人差はありますが、飲んでから約6時間から8時間ほど影響が続くと言われています。つまり夕方以降に飲むと夜の睡眠に影響する可能性があります。なので目安としてはカフェインの摂取は午後2時から3時まで。それ以降はできるだけ控えた方が睡眠の質が下がりにくいとされています。そして量にも目安があります。健康な成人の場合、1日 400mg までのカフェインが安全ライン。これはコーヒーで言うと、ブラックコーヒーならマグカップで約3から4杯。カフェラテやカプチーノなら2から3杯程度が目安になります。5杯以上のコーヒーは脳卒中などのリスクを高める可能性があるため注意が必要です。コーヒーはただなんとなく飲むのではなく、飲む時間と飲む量を意識するだけで疲れにくさは大きく変わります。3、夜のアルコールを控える。多くの人はお酒を飲むとよく眠れると思っています。そう聞いたこともありますよね。確かにアルコールを飲むとリラックスして眠くなるので寝つきはよく感じることがあります。しかし実は睡眠の質は大きく下がることが分かっています。研究ではアルコールを飲むと脳がしっかり回復するために必要な深い睡眠、ノンレム睡眠が減ると言われています。さらに途中で目が覚めやすくなったり、睡眠が浅くなったりします。つまり眠れているようで脳にとっては回復できていない状態。結果として朝起きても疲れが残る。日中の集中力が落ちる。体がだるいという状態になりやすくなります。もしお酒を飲む場合は寝る直前ではなく少なくとも寝る3時間前まで。これだけでも睡眠の質は大きく変わると言われています。4、寝る前のスマホ、テレビ、パソコンを控える。多くの人は寝る直前までスマホやタブレットで動画を見たり SNS をチェックしています。しかしこれが睡眠の質を大きく下げる原因になることがあります。理由はスマホやパソコンの画面から出るブルーライト。この光は脳にまだ昼間だと勘違いさせてしまいます。すると本来夜に分泌される睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が抑えられてしまう。その結果、寝つきが悪く、睡眠が浅くなり、朝起きても疲れが残るという状態になるんです。さらにもう一つ問題があります。スマホは光だけでなく、脳を刺激する情報も大量に入ってきます。SNS、ニュース、動画、メッセージ。これらは脳を逆に覚醒させてしまう要因です。見るコンテンツの内容も重要です。例えば、激しいアクション映画、ホラーやゾンビ系の映画、格闘技の動画、ポルノのような刺激の強い映像は控えるようにしましょう。おすすめは寝る30分から60分前からスマホやパソコンを見ないこと。この時間を読書、ストレッチ、瞑想、アロマを焚いてただリラックスする時間に変えるだけでも睡眠の質は大きく変わると言われています。疲れにくい人は夜の過ごし方をとても大切にしています。僕はこの寝る前のスマホやタブレットを見る習慣をやめたら寝起きがめちゃ良くなりました。この効果はすぐに出るのでかなりおすすめです。5、デジタルデトックス。デジタルを一時的に遮断することで SNS 疲れの解消、睡眠の質の向上、ストレス軽減。
集中力、創造性の回復などが期待できます。スマホを完全にやめるのは現代人には難しいと思うので、例えば食事中はスマホを見ない、散歩中はスマホを触らない、休日の午前中だけはスマホを見ない、こういった意図的に情報を遮断する時間を作るだけでも脳はかなり回復すると言われています。疲れにくい人は情報を増やすことよりも脳を休ませる時間を意識して作っています。僕のおすすめは散歩でスマホを家に置いていくか、電源を切って街の景色を楽しみながらただ歩くこと。できれば自然がある公園や森や川辺が良くて余計な情報を入れずにリラックスできます。6、適度な運動を取り入れる。疲れているのにさらに運動なんて無理。そう思う人も多いと思います。しかし研究では適度な運動をしている人の方が疲れにくい体になると言われています。理由の一つはミトコンドリア。ミトコンドリアは体のエネルギーを作る工場のような存在で、この数が多いほど体はエネルギーを作りやすくなります。そしてミトコンドリアは運動によって増えることが分かっています。ここで大事なのは激しい運動はする必要はありません。例えば1日20分のウォーキング、軽い筋トレ、ストレッチ、こういった運動でも十分効果があります。このような適度な運動って頭では分かってるけどなかなか継続できない人が多いですよね。この習慣の継続のコツなんですけど、最初から始めること。初めからハードルが高いとみんなすぐにやめてしまいます。なぜなら始めるときは大体の人がモチベが高いと思います。しかしそのモチベはずっと維持できるかはわかりません。なので1日20分のウォーキングをしたかったとしても、まずは5分から始める。スクワットを最初から1日20回じゃなく1回だけから始めてみる。このような最初から始めて、始めたらやめないこと。これを繰り返すことで気づいた頃にはさらに負荷をかけてできる自分になっています。7、毎日の決断を減らす。第1章で話したように、現代人は1日に3万5千回もの決断をしていると言われています。小さな決断が1日中続いて、決断が増えれば増えるほど脳は疲れていく。これを心理学では意思決定疲労とも言います。実際に成功者の多くは決断を減らす仕組みを作っています。例えば、毎日同じ時間に寝て同じ時間に起きる。朝ごはんを固定する。同じデザインのシンプルな服を着る。こうすることで余計な決断を減らし、本当に重要なことに脳のエネルギーを使えるようになります。今回は体力お化けになれる疲れ知らずの神習慣7選をお話ししました。最後にもう一度まとめます。疲れにくい人の習慣は、1、昼寝時間を入れる。2、コーヒーを飲む時間を決める。3、夜のアルコールを控える。4、寝る前のスマホを控える。5、デジタルデトックス。6、運動を取り入れる。7、毎日の決断を減らす。実は現代人の疲れやすさは年齢や体力だけの問題ではなく、日々の習慣によって大きく変わるものです。しかし原因を理解して改善していくことで疲れにくい自分にはなれます。もしあなたが今日の動画で一つでも取り入れられそうな習慣があれば、まずは一つからでいいので実践してみてください。もし皆さんが実践している習慣でおすすめがあれば、ぜひコメントでも教えてください。このチャンネルではこれからも旅と人生にまつわる動画や世界の実業家たちのためになる情報、そして自己理解や成功法則を軸にあなたの人生のスイッチを押す発信をしていきます。ここまで見てくれているあなたはさらに自己成長できるすごい人です。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。